はい、皆さんこんにちは。竹チューバーの竹寺4度目です。今日ね、皆さんにご紹介したいのはこちら。じゃんとおなじみの竹皮草履です。竹皮といっても正確にはですね、タケノコの皮ですね。タケノコがね、地面からこう生えて3ヶ月ぐらいでずっとこう15メートル20メートルの親だけに育っていくんですが、その中でタケノコをこう包んでますよね。皮をこう脱ぎながら竹ってだんだん大きくなるんです。で、竹の缶についている竹の皮を剥いてしまうと竹が傷むんで、竹の皮が自然にこう地面に落ちたやつだけを拾い集めて、で大体3年ぐらい寝かしておいて、直前に水で濡らして柔らかくすると、まるでですね、柔らかい皮ですね、しっと編み込んでいく、もうほんと伝統の熟練の技なんですが、これがほんとね、今の季節特に気持ちよくてですね、ゆうべ実はね、竹皮草履をよそに急ぐ持って行ってしまってて、フローリングを久しぶりに素足で歩きました。でも気持ち悪くてしょうがない。ほんで普通のスリッパもね、もうこっち暑いでしょ。普通のスリッパもよう履かんのですよ。でもちょうことなしに置いてあった新品を昨日下ろしたばっかりです。で下ろしたばっかりの時はね、ちょっとここがね、この中心のとことで、特にこの前つばの部分のこの止めてある技ですね、これが結構ねちょっと安定感がないんですが、今日はあと1日ぐらい履くともうこれぺったりとつえて、普通のスリッパと同じようにね快適に履くことができるんですよ。型押しせずにね、職人の手の技だけでこの美しい形を作ってますんでね、足当たりがなんとも気持ちいい。これはたくさんの方がご存知の通りです。抗菌性があってね、これ履いて水虫が治ったという方も多いんですが、竹皮草履を長くご愛用いただくうちに、やっぱりね、この前つぼの部分とかで、ここってね、中実は藁なんですよ。この藁もすごいですよ。職人が稲刈りを手伝いに行って、で稲刈り手伝うと代わりにですね、藁もらってくるんですよ。長いまま。今藁って機械にかけて短くするとそうですね。で、なかなか長い藁がないんですよ。藁も農家さんのとこ行って特別に入れてもらって、この藁も自分で作るんやから。で、そういった藁が入ってるんですよ。藁で入ってて、それ布で巻いてあるだけなんで、これがね、力の入れ具合によって切れる場合があります。で、前つぼも外れる場合があるんですよ。そんな場合、自分としてはどうしてるかっていうのを今日はちょっとご紹介したいと思います。これが僕が会社で履いているやつで、こっちが自宅で履いてるやつ。それぞれですね、裏もこんなのぺったりついてね、本当に歩きやすくて、しかもこれね、履いてるうちに左右の自分の足型がぴったりつくんですよ。で左右が違ったら本当にこうちょっと脳が悪いなと思うぐらい。履けば履くほど自分の足に馴染んでくるすごい履物なんですが、見ての通りこういう風にね、不格好ではあるんですが、前つばのとこがちょっと外れそうになったらガムテープを巻いてね、補修してあります。一番傷みやすいのはこの前つばの部分ですよね。これ前つば分かりますかね。縄の口巻きに竹皮をこう渡して編んでいくので、ここの部分の竹皮がやっぱり伸びたりするんですよ。割と傷むのがここなんですけど、でこれもね、この間生地が伸びて藁が切れました。でね、切れたらけどね、皆さんどうします？もうこれ捨てるしかないじゃないですか。ところがね、多少不格好であるんやけど、ガムテープでこれくるくるって巻いたら、まだ2ヶ月3ヶ月半年履けるんですよ。で、ぜひね、この竹皮草履っていうのを職人さんどんどん高齢化してきて、なかなか製造ができなくなってます。今までみたいにもうなくなったらダメだってすぐ捨ててしまうんではなくて、こういう風にぜひちょっとこうガムテープ巻くなんなりして皆さんで工夫して、少しでも長く使ってご愛用いただきたいなと思ってるんですよ。それはね、うちとしてはね、ちょっと傷んだらすぐ捨てて新しいの買ってもらったら嬉しいんですが、やっぱりね、ちょっと手直しするだけで、ほんとこれね、半年ぐらい長持ちするんですよ。ぜひね、こういった工夫を皆さんにしてもらいたいと思って今日は紹介してるんです。で、こちらのやつは自宅ですね。割と家にいる時間が僕は短いもんで、前履いた草履は8年ぐらい履きましたかね。事務所で履くやつは結構1年に1回ぐらい履いてますんで、これもね、もう3年4年履いてるんだけど、つぼこう切りかけてるでしょ。で、こうなってきたら、もうここをね、ガムテープでクーッと巻いてあげたいんですよ。で、これね、切れてしまったらもう履けないので、ガムテープじゃない、もっといいものがもしかしてあるかもしれません。それは皆さんでね、あれば教えてもらいたいんですけど、こういう風にね、くるくるっと巻いて、これやっただけでもこれで全然履けますんで。竹皮草履ご愛用の方多いと思います。ぜひね、一回試してみてください。意外と履けます。だって僕は毎日履けるのこれで。全然遜色ないですから。で、この前つぶの部分もこれ履いてるうちにこの藁がだんだん削られてきて外れそうになるんですよ。抜くんです、これが。この藁で前つぼの部分を止めてありますからね、裏に。で、これが抜ける時があるんやけど、その時もね、この藁がなくなったら、この紐の部分を裏にこう引っ張ってきといて、ちょっと横にして、
ガムテープでちょっと止めとくんですよ。体重がこうかかるので意外と抜けないですね。でもしかしてもっとカッコのいいものがあるかもしれないけど、実際自分たちでこうやってやってね、できるだけ長く愛用してますので、ぜひ皆さんもね、すぐ買い替えるのではなくて手直ししながらですね、とっても長くお使いいただけたらいいなというふうに思ってますよ。ノーマルブードライフ。